今回の動画ではエイプリルフールに関連して実装されるのではないかとされているオペレーター。さあ、貴様らの罪を数えてみろ。前衛オペレーターコンビクションの紹介及び概説を行っていきます。私が断罪師コンビクション様である。この信念あふれる名を貴様の言うコードネームにしてやるぞ。この私の才能だと致命的なほど美しいと言われる断罪芸術。私がその唯一の理解者なのだ。これで十分であろう。コンビクションはミノス出身のおそらく種族はリーベリの人物で、自称断罪師と呼ばれる職に就き、断罪憲法を用いて断罪をしていたとのこと。断罪師とは外見が美しく踊りが上手で正義感に長け特殊な憲法を用い芸術にも精通し、ミノスの前身であるアガメムにて活動をしていたとされています。そして断罪憲法は暗殺術に近い憲法であり、一見すると踊りを踊っているようにしか見えないため、意表をつくことができる攻撃だとのこと。一方で目標ではない人物を誤って攻撃してしまうかもしれないという迷惑極まりない憲法でもあるようです。そして断罪師のもう一つの特徴として列車問題を用いて相手を断罪する必要があるかを判断するとしています。列車問題とはいわゆる現実にある人を助けるために他の人を犠牲にするのは許されるのかというトロッコ問題とほぼ同じもので、これをテラの世界風に変更を加えたものが列車問題となります。コンビクション曰く、列車問題にはレールの上に何人置くのか、縄は何を使うのか、列車のブランドは何にするのかなど、様々なこだわりがあるようですが、回答者への裁量は断罪師が決めるようなので、回答者が断罪師に断罪されるかされないかは気まぐれな部分もあるようです。ちなみに大陸版ではコンビクション実装時にはウェブページにて列車問題を実際に体験することが可能となっていました。内容としてはほぼトロッコ問題と同じではあるのですが、列車がロードローラーを引いたまま突っ込んできていたり、そのロードローラーを前面にへばりつかせたままの列車を止めるには、サリアとクオーラどっちがいいかといった、かなりめちゃくちゃな内容となっています。ちなみにこの問題では、クオーラはスキルを発動することでブロック4となるため、列車とロードローラーの両方をブロックすることができるようになるので、クオーラの方向に列車が向かうようにレバーを引くのが正解です。そしてなぜこのような断罪師と呼ばれる人物がアガメムにて現れたのかの理由についてですが、コンビクションのプロファイルに記載されている資料によれば、アガメムは芸術家たちによって建国された国ではあるものの、時を経て一部の芸術家たちは支配層となり、芸術家たちに質の高い芸術作品を創作することを禁止、主食はトマトだけにするようにという通達をしました。このような状況となった芸術家たちは、売れない劣悪な作品を作り出すことしかできずに金欠となり、さらに主食がトマトのみということから嫌気もさしていたようです。このような状況をなんとか打破するために一人の芸術家が立ち上がり、その芸術家は巧みな憲法で7人の犯罪を犯した統治者を断罪。アガメムは再び晴れて芸術の国となったとのこと。このことを記念して、この立ち上がった芸術家のことを断罪師と呼んだことが、断罪師の始まりとなっているようです。とこのようなことがコンビクションのプロファイルに記載されているわけですが、アガメムがあったかどうかはともかくとして、列車はアガメムの時代にはなかったとされていますし、ミノスの博物館からは、そのような資料は一切ないとまで言われているので、これらのことが定かなのかどうかはわかりません。だってエイプリルフールですし。コンビクションのモチーフとされている生物は、動物園でもよく見かけるクジャクの仲間であるインドクジャクでしょう。インドクジャクは名前の通り、インドが原産のクジャクとなっており、現地では神聖な鳥とされています。一方で、日本国内ではそういうわけにはいかず、特に先島諸島では、ペットとして飼われていたものが捨てられてしまったり、逃げてしまったものが定住してしまい、農作物の踏み荒らしやトカゲなどの固有種の捕食といった問題を引き起こしてしまっているとのこと。天敵となる生物もいないため、人の手によって対応するしかないという現状のようです。ちなみに、地面を歩いているイメージが強いクジャクですが、
他の鳥と同じく長距離ではないもののしっかりと飛ぶことができます。この感じ、私の芸術の造形が一層深まった気がするのだ。私の中で何かが生まれる。コンビクションはメランサや遠隔などと同じ団体前衛タイプのオペレーターで、ブロック数は1しかなく、攻撃速度はやや遅めなのが特徴となっています。HP や攻撃力などのステータスは非常に特徴ある数値となっており、ゾロ目となっている数値が多くなっています。数値は完全にお遊びにはなっていますが、決して低いというわけではなく、特に攻撃力は星4オペレーターの中ではかなり高い部類になっているといえ、遠隔とはほとんど差はありません。防御力も比較的高い部類にはなっている一方で、HP はそれほど高くはなく、自身の耐久力を伸ばすスキルや素質も持ち合わせていないので、やや耐久力は低い性能となっています。攻術するスキルなどからもわかるように、全体的に攻撃によった性能のオペレーターと言えるでしょう。素質、無事着陸はコンビクションの配置コストと再配置時間を減少させる代わりに、コンビクションは配置してから10秒間は攻撃負荷、ブロック負荷のスタン状態となります。そのため、配置コスト自体は先方とほぼ同等クラスにはなっている一方で、実質的には配置コスト20前後まで一切動けないという形なので、スロースターターなオペレーターです。ただし、スタン中でもスキルの SP は溜まり続けるため、ある意味で、スキルの初回発動に必要な SP がかなり低めに抑えられているとも言えるかもしれません。いずれにせよ、配置が事故などで崩れた場合の応急処置としてコンビクションを配置しても、素通りされやすいという点には注意が必要です。コンビクションの潜在強化による強化内容ですが、現状では大陸版でもコンビクションの潜在強化は存在しておらず、汎用の印を用いても潜在の強化をすることはできません。そのため解説のしようがないので、今回は解説を省かせていただきます。スキル1、断罪は SP が溜まっている状態であれば、次の攻撃の威力が上昇する。強撃系の足とも言える効果を持ちますが、最大の特徴は低確率ながら攻撃力が最大で 800% まで上昇するという破格の性能でしょう。ここまで大幅に攻撃力が強化されるスキルもそうそうなく、ここまでクリティカルの確率が低いスキルもそうそうありません。言ってしまえばガチャスキルとも言えるのがこのスキルの本質となっており、ステージ攻略の主軸には向いていないと言えます。スキル1の火力と他のオペレーターのスキル火力を比較した表が上記の通りとなっており、スキルの回復手段が自動回復ということも相まって、通常時のスキル火力は他の強撃系と比べるとやや下となっていますが、スキルを周期的に出せるということから、場面によってはこれらのオペレーターたちよりも総合的に見ると高い持続ダメージを叩き出すことが可能となっています。とは言っても、多くの場面では多くのオペレーターたちよりかは DPS は下回る数値となってしまうでしょう。やはり最大の特徴はクリティカル時のスキル火力で、クリティカル時は最大でスキルレベル7でも単発6000に到達します。クリティカル時は最大でスキルレベル7でも単発6000に到達します。特化3まで強化すれば7100を超えるため、多くの敵ユニットをまさに一撃必殺できるでしょう。このようにクリティカルが発生すれば非常に強力なスキルではありますが、クリティカル発生確率は戦術したようにわずか 5% しかなく、1回発動することすら稀、2回連続となると 0.25%、3回連続となると 0.125%、4回連続となると 0.00063% になるため、おおよそ実用的ではありません。完全にお遊びの領域です。様々なバフを掛け合わせることで一発12万7000弱のダメージという、やろうと思えばもはやゲームを間違えているんじゃないかというようなダメージを叩き出すことが可能となっているので、手持ちにその環境があるのであればチャレンジしてみるのも面白いかもしれません。なお、このスキルの特化レベルに関してですが、スキルの性質上真面目に運用するようなものではないため、どのスキルレベルがおすすめかは明言しません。プレイヤーの感性にお任せします。スキル2、創世記はスキル発動時、周囲の敵すべてに術ダメージを与え、
さらに攻撃を受けた敵の特殊能力を一定時間無効化するというスキル。ただし 50% の確率でスキルは失敗となり、失敗時でも敵にダメージを与えることはできるものの、スキル発動時にスキル攻撃範囲内にいた味方オペレーターすべてに5秒間スタンを付与するという凄まじいデメリット効果を持ち合わせています。スキル1が上振れしかしないガチャスキルに対して、スキル2は逆に下振れする可能性があるスキルといえ、ある意味でこちらこそが真のガチャスキルとなっています。スキル2の火力と他のオペレーターのスキルの火力を比較した表が上記の通りとなっており、効果として非常に似通っているワイフーの七武両人脚と比べると火力はおよそ 1.5 倍となっています。ダメージ形式も実ダメージとなっているため、実運用ではワイフーよりもかなり高いダメージを叩き出すことができるでしょう。また、ワイフーは最短で16秒に1回再配置することでスキルを発動できるのに対して、コンビクションは最短であれば12秒に1回このスキルを発動することが可能となっており、敵の特殊能力を無効化させる頻度としてはコンビクションの方が高くはなっています。一方でワイフーは敵の特殊能力を無効化することができる時間が最大で7秒に対して、コンビクションはいくらスキルを強化しても5秒から増えることはありません。また、ワイフーは高速再配置によって臨機応変に様々な場所で敵の特殊能力を無効化させることができますが、コンビクションは基本的に配置しっぱなしなので、自由度という点ではワイフーに軍配が上がるでしょう。総じて、スキルサイクルの速さと火力の高さを手に入れた代わりに、50% の確率で周囲の味方すべてをスタンさせるという凄まじいデメリットを所持しているため、コンビクションを陣形から離れた場所に配置するなどしなければ、一瞬でステージクリア失敗となりかねません。ワイフーがいなければ使う価値はある程度あるかもしれませんが、かなり使いどころの難しいスキルであることに変わりはないでしょう。スキル1よりもさらに癖が強くなっており、攻略の主軸として使うのはかなり難しいスキルにはなっているので、こちらのスキルに関してもスキル1と同じく特化レベルに関してはプレイヤーの感性にお任せします。コンビクションの基地スキルは宿舎スキルと製造所基地スキルの2つとなっており、宿舎スキルはコンビクションと同じ宿舎にいるオペレーター1人の体力回復速度を1時間あたりプラス 0.7 するというもの。この数値はシャイニングの1時間あたりプラス 0.75 に次ぐものとなっており、現状初期所持スキルとしては最も高い回復速度となっています。さらにシャイニングの基地スキルの回復速度をプラス 0.75 にするには昇進2にする必要があるため、コンビクションは非常にコスパのいい回復要因と言えるでしょう。製造所スキルに関しても非常に優秀なものとなっており、現状コンビクションと同じ作戦記録の製造効率を持つオペレーターは昇進2の F イーターしかおらず、単体で機能する製造効率最高値はプラス 35% となっているため、これだけでもコンビクションを昇進させておく価値はあるでしょう。それでは実際にコンビクションを使用していきます。今回使用するステージは 6-1。コンビクションのステータスは昇進2のレベル40、スキル1のスキルレベルは7となります。チェーンソーのうなり声が聞こえる？かの深き海より参りました。みんなこっち来て。ただ一瞬です。コンビクションは配置して10秒間はスタン状態となり、攻撃とブロックをすることが不可能となります。ただし敵の攻撃の対象にはなりますし、 SP の回復もスタン中は行われるため、このようにスタン終了後はスキル1であれば即座にスキルを発動させることが可能です。視界良好。みんなこっち来て。こんなの悲しいです。治療開始。もしどこかが急に発火したらそれはただの副作用だからね。あなたは私がお守りします。あなたは
私がお守りします。断罪。通常時はスキル攻撃でも寄生重装兵には600弱のダメージしか与えることはできませんが、ワルファリンのバフを組み合わせることで今回であれば8100ものダメージを与えることができました。とはいえ、このプレイ動画からもわかるようにほとんどクリティカルは発生しないので、この動画のように大ダメージを敵に与えられることはかなり稀にはなっています。戦場は凄惨な悲劇を生むだけの場所だ。こいつらにもそれを理解してもらいたいものだ。コンビクションは大陸版でエイプリルフールに実装されたということにふさわしく、プロファイルも性能も全てがジョークだらけのオペレーターとなっており、真面目に運用するオペレーターというよりもひたすらまでに遊ぶことに特化しています。総合的に見れば面白い性能ではありますが、決して強い性能というわけではないので、特に育成があまり進んでいない新米ドクターの方は入手したとしても、コンビクションの育成は後回しにしてしまってもいいでしょう。逆に、ある程度育成が完了しているのであれば、遊び目的で育成するのもありかもしれません。いずれにせよ、あまりにも運が絡んでくるのでガチで使うことはできない。それが前衛オペレーター、コンビクションの特徴となっています。余談ですが、コンビクションは大陸版のクローズドベータ時は、ショーや F イーターと同じ押し出し系の特殊オペレーターで、現在のような一風変わった性能を持っていたというわけではなく、今のショーのような普通の押し出しオペレーターでした。以上でコンビクションの紹介及び解説を終わります。この動画が良ければ動画制作の励みになるので、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。このコンビクション様を呼んだのは私の美しい踊りが見たいからであろう。え？荷物を運べ？私は力仕事のために来たのではないぞ。